今回お伝えするのはココという名前の西ローランドゴリラの話です。ココは2018年6月20日に46歳でこの世を去りました。ココはその日、いつものように眠りについたのですが、再び目を覚ますことはありませんでした。西ローランドゴリラの寿命は野生では30から40歳、飼育下では50歳前後です。ココは天命を全うしたと言えるでしょう。ココは手話で人間と会話することを学びました。そして子猫をとても可愛がりました。ココを飼育していたゴリラ財団はココの死を発表し、とても悲しいとコメントしました。ココはすべてのゴリラのための大使として何百万という人々と触れ合い、異種間コミュニケーションと共感の象徴でした。私たちの愛するココが言ってしまったことをお知らせしなくてはならないのはとても残念ですと SNS へ投稿されました。ココは1971年7月4日、サンフランシスコ動物園で生まれました。もともとの名前は花びこという名前でした。これは日本語で花びこと書き、7月4日の独立記念日に花火が上げられることにちなんでいるそうです。後にココという愛称で呼ばれるようになりました。ココは1歳の時、フランシーヌ・ペニー・パターソン博士から手話を習い始めました。パターソンさんはその後もココの生涯コーチとなりました。何年もかけてココは1000語以上の手話を理解し、使うことができるようになりました。世界で初めて手話ができるようになったココ。パターソンさんはココにたくさんの絵本の読み聞かせをしたそうです。その中でもココは猫の絵本をとても気に入りました。ココは1983年のクリスマスに猫が欲しいとおねだりしました。そこでぬいぐるみの猫をプレゼントされたココ。ところがココは気に入らず、手話で繰り返し悲しいと訴えました。彼女はひどく混乱していましたとゴリラ財団の生物学者ロン・コーンさんは語っています。そのため研究者たちは小さな子猫たちを数匹連れてきてココに1匹選ばせました。ココはグレイと白の子猫を選び、ボールと名付けられました。するとココはまるで自分の子供のようにボールを可愛がって世話をし、赤ちゃんを抱くように連れて歩き、授乳しようとさえしました。ココとボールはよく互いに追いかけっこをして、ココはボールを優しく抱いて可愛がりました。ボールにとってココはまるで人間と同じでした。でもボールは結構ゴーイングマイウェイで、甘やかされることに飽きるとココに噛みついたり、その腕からすり抜けようとしていましたとコーンは話しています。ところが半年後、ボールは悲しいことに車にひかれてしまい、ココのところに来ることができなくなってしまいました。その時のココの反応は再び関係者たちを驚かせました。ココは悲しそうに何かを訴えるような鳴き声を上げ始めました。ゴリラが悲しい時に上げる嫌なことがあった時の声です。私たちも一緒になって泣き始めましたとコーンさん。その後もココは生涯を通してたくさんの猫を愛し続けました。パターソンさんは1990年に子供向けの本「ココゴリラと子猫の物語」を書き、ココの猫への愛情というありえないような話を語っています。ココには数多くの猫の友達がいましたが、2001年にはカリフォルニアのゴリラ財団を訪れた俳優のロビン・ウィリアムズさんと会ったことも有名な話です。2人は互いにくすぐり合い、笑い合い、ココはウィリアムズさんのメガネを取って自分の頭にかけたりしました。ウィリアムズさんはこの出会いを驚くべきことで忘れることのできない出来事と言っています。2016年にウィリアムズさんは亡くなりました。その連絡があった時、ココとパターソンさんは一緒にいました。最初の電話の後、ココはパターソンさんの前に来て顔をじっと覗き込みました。パターソンさんはココに大切なお友達のロビンが亡くなったのよと説明しました。ココは静かに何かを考えている様子だったといいます。そしてパターソンさんはウィリアムズさんがこの家に来た時のこと、一緒に財団の公共広告を撮った時の話をココに話しました。するとココは全てを思い出したようで、女性、泣いているという手話のサインを発し、
悲しそうな表情を浮かべたそうです。ココは自分の気持ちを人間に手話で伝えることができました。嬉しい時は笑い、悲しい時には涙を流す。死についても理解していましたが、人間が死を恐れているのに対し、もっと自然に近いところにいる動物のココにとっての死はもっと優しいもので、身近にあるものと考えているようでした。ココは、ゴリラは死んだらどこに行くのという質問に対し、苦しみのない穴にさようならと答えたといいます。その他にもパターソンさんがココに尋ねた会話は、このぬいぐるみは生きている？死んでいる？と聞くと、死んでいると答え、ゴリラは死ぬ時にどう感じる？と聞けば、眠ると答えています。ココは手話で実際に話をし、猫を愛し、親しいものがなくなれば悲しみました。ゴリラは凶暴というイメージを覆すことをココは証明してくれました。人間ではなくゴリラであることを理解しながら生きてきたココだったのです。ココが亡くなった翌日、ココが残したものへの哀悼の意がソーシャルメディアにあふれたそうです。悲しい。子供の頃、初めてココのことを知った時のことを覚えている。ダメダメ、トイレ、子猫はココが手話で考えた一番悪いことだったな。僕が動物好きになったのはほとんどココのおかげだ。ありがとうココ。安らかに。安らかに眠って、ココ。あなたは人間と他の動物の間の関係に関して多くの人間が考えている固定観念の壁を崩してくれた。ココは僕たちにとてもたくさんのことを教えてくれた。最高の女性の一人で知ることの栄誉を享受したまさに人間だった。ココは僕たちに人間であることの意味を考え直させ、より多くのたしなみと思いやりと共感を持っていた。本質的に私たち人間以上に人間らしかったのだ。どうか安らかに。などのコメントが寄せられています。たくさんの人に愛されたココ。ココが生きてきた証はこれからもきっと言い伝えられていくことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。